バナナシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はバナナシフォンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はバナナをシフォンケーキの生地の中に練り込んで作っていきたいと思います。バナナを甘くする方法や、あとは綺麗に焼くコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。バナナ、薄力粉、卵、お砂糖、牛乳、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。今回ね、バナナ1本使っていくんですけれども、賞味 90g ぐらいになります。大きさで言うとね、だいたい中ぐらいのバナナ1本分ぐらいですね。そのぐらいを目安にしてください。そして卵ですね。こちらは L サイズの卵を使っていきます。あとはお砂糖ですね。こちらはグラニュー糖でも OK です。そして今回はこちらの15cmのシフォンケーキ型を使っていきます。こちら紙素材でできたものでして、100円ショップに売ってるものを使っていきます。これはですね、私は100円ショップのキャンドゥさんで購入しました。おそらくね、ダイソーさんとかにも売ってるので、ぜひチェックしてみてください。こちらの紙の型はですね、取り外す時にとても楽ちんで綺麗に作れるので、すごくおすすめです。こちらを今回は使っていきます。それでは作っていきます。まずこちらのバナナですね。今ね、まだ完熟状態ではない状態のバナナです。こちらをですね、電子レンジで加熱して完熟状態にしていきます。もしね、完熟のバナナを使うときはこちらの工程は省いていただいて OK です。まずですね、バナナに1箇所切れ込みをね、縦に入れてください。はい、こんな感じです。あとはですね、こちらを電子レンジ 600W で1分加熱して、その後はですね、バナナの皮が黒くなるまで様子を見ながら加熱してください。ではまず1分加熱します。はい、今ね、1分加熱しました。見ていただくとわかるんですけれども、ところどころね、ちょっと黒くなってきました。まだちょっと黄色いので、もう一度電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、今ね、40秒加熱しました。そうするとね、表面はまだちょっと黄色いところはあるんですけれども、このようにバナナがね、とても柔らかい状態になってます。このぐらいになれば OK です。そしたらこちらのバナナはこのまま一度粗熱を取ります。使うまでね、この状態で置いておきましょう。それでは続いて卵を白身と黄身に分けていきます。白身は泡立てるので大きめのボウルに入れてください。はい、OK です。このように分けてください。こちらの白身に関しましては、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。それでは卵黄生地の方から作っていきます。まず卵黄だけを軽く溶きほぐしてください。溶きほぐしたらここにお砂糖を加えます。お砂糖を加えたらすぐ混ぜましょう。はい、このぐらいですね。30秒ほど泡立ててください。そしたらここにサラダ油を加えます。そしてよく混ぜます。でね、ちょっとボウルが滑るので、こういった濡れ布巾をね、下に置いていただくといいかなと思います。ではね、またよく泡立てます。はい、OK です。それではここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。それでは先ほどね、加熱して粗熱を取ったバナナを入れていきます。皮を剥きましょう。このようにトロトロの状態になってます。このように加熱していただくと、とてもバナナの甘みが増して美味しい仕上がりになります。気になるこういった筋があった時は取り除いてください。これをね、すくって、そして入れます。はい、で、この中に入れたら潰しながらよく混ぜてください。はい、OK です。このように滑らかになるまでしっかりと潰しながら混ぜてください。それでは続いてここに薄力粉をふるって加えます。加えたらよく混ぜましょう。はい、OK です。このように混ぜてください。卵黄生地の準備はこれで OK です。それでは続いて卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。それではまず何も入れていない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。
はい、30秒泡立てました。そうするとこのように粗めの泡が立ってきます。そうしましたら今度はお砂糖を半分ですね加えてください。ざっくりで OK です。そしてまたハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。それでは残りのお砂糖を加えてください。そうしましたらまたハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。2回目泡立てるとこのようにピーンと硬い角が立ちます。このぐらいまでね泡立ててみてください。それでは最後きめの細かい仕上がりにしていきます。低速で1分泡立てます。はい、OK です。最後低速で仕上げていただくことでこのようにきめの細かいメレンゲになってさらにツヤも出てきます。メレンゲはこれで OK です。それではこちらの2つの生地を合わせていきます。まずですね、卵黄生地の方にメレンゲを1すくい入れてください。そして1回目は泡立て器でしっかりめに混ぜましょう。メレンゲの塊がないようにしっかりめに混ぜてください。そうしましたらもう1すくい入れます。今度は泡立て器でふわっと混ぜていきます。こうやってね泡立て器を差し込みながら、そして回しながらねふわっと混ぜていきます。この時もメレンゲの塊ができないように混ぜてください。はい、 OK です。このようにねメレンゲの塊がなくなるまでふわっと混ぜてください。あんまり混ぜすぎるとね今度膨らみにくくなるので混ぜすぎには注意しましょう。そうしましたらこちらメレンゲのボウルの方に生地を移し替えます。最後はゴムベラでふわっと混ぜていきます。ちょっとメレンゲがね硬いのでメレンゲをこうやって切るようにねふわっと混ぜていきます。はい、 OK です。このようにねメレンゲの塊がないようにふわっと混ぜてください。生地の硬さをねタラタラタラーっとつながって流れ落ちるぐらいですね。ちょっとぽってりとした感じですね。では型に入れます。このように半分入れたらくるっと反対にして反対側からも入れましょう。あとはね空いてるところにめがけて入れていきます。はい、このように入れました。今ね表面がまだボコボコしている状態なので竹串を使ってこのようにくるくる回して表面を平らにしていきます。はい、 OK です。そしたら少し高いところから2回落とします。はい、 OK です。それではですねこちらを170度に予熱したオーブンでまず7分から10分ほど焼いていきます。表面にね少し膜が張るぐらい焼けたら一度取り出して、そして切れ込みを入れて再び焼いていきます。そうするとね綺麗に膨らみます。ではまず7分から10分焼いていきます。はい、今ね焼き始めて7分経ちました。表面に膜が張った状態で取り出してください。そしたらですねこちら4箇所に切れ込みを入れていきます。はい、このように切れ込みを入れてください。そうしましたらこちらをもう一度170度のオーブンで残り23分焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。そしたらねこういったお酢などの瓶を用意してください。そしてこちらを逆さにします。このようにね焼き終わったらすぐ逆さまにしてこの状態でしっかりと冷ましていきます。必ずすぐ逆さまにして冷ますようにしてください。今回ねトータルで30分焼きました。これはオーブンの種類によって表面の焼き色とかが変わってくるのでトータルだいたい25分から30分焼くようにしてください。それではこのまましっかり冷まします。はい、シフォンケーキがしっかり冷めました。このようにふわふわに仕上がってます。それでは型から取り出したいと思います。こちらの型はね紙でできてるのであとはね紙を剥がすだけなのでとても簡単です。では剥がしていきます。はい、こんな感じでふかふかです。そしたらねちょっと真ん中のところを竹串でこうやって取ります。でね底の部分はまずねちょっと残った部分ここをまず取ってあとはね剥がします。そして取り外します。はい、このように美味しそうに仕上がりました。ふわふわです。これで完成です。はい、これでバナナシフォンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。とてもふわふわに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、このようにふ
ふわっふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ふわっふわですね。ではいただきます。噛めば噛むほどバナナの香りが広がってすっごく美味しいです。バナナの程よい甘さが効いててとても美味しいです。そしてしっとりふわふわです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバナナシフォンケーキのポイントです。まず卵なんですけれども、最初に白身と黄身を分けていただいて、白身を使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで白身の泡立ちが良くなります。そしてバナナなんですけれども、今回はね、まだ完熟状態じゃないバナナを使いました。そういう時はですね、最初に縦に切れ込みを入れていただいて、皮ごと電子レンジで加熱してください。そうすることで甘みがアップして完熟したバナナのような仕上がりになります。なのでね、もし完熟じゃないバナナを使う場合はぜひこの工程をやってみてください。もし完熟のバナナを使う場合はこちらの工程は省いて作っていただけたらと思います。そして生地を混ぜる時のポイントです。メレンゲと卵黄生地を混ぜる時なんですけれども、メレンゲの塊ができないようにふわっと混ぜるようにしてください。なんですけれども、ここであんまり混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまいますので、混ぜすぎないようにかつですね、塊ができないようにふわっと混ぜてください。ポイントとしてはね、ゴムベラを使う時はゴムベラでね、メレンゲを切るようにかつふわっと混ぜてみてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まず型に生地を入れたら竹串でぐるぐるぐるっと何周かしてみてください。そうすると表面が平らになります。そして焼く時はですね、最初だいたい7分から10分ぐらいですね、表面が少し焼けるぐらいまで一度焼いていただいて、そしたら一旦取り出して4箇所に切れ込みを入れてください。この切れ込みを入れていただくとふっくらと綺麗に焼き上がります。そして焼き時間に関してなんですけれども、トータルでだいたい25分から30分ほど焼くようにしてください。そして焼き上がった後ですね、焼き上がった後はすぐに逆さまにして冷ますようにしてください。そのまま冷ましてしまうとスポンジの重みで生地が詰まった状態になってしまいます。なので必ず焼き上がったらすぐ瓶の先端に差し込んで逆さまにして冷ますようにしてください。今回私は紙の型を使ったんですけれども、もちろんね、アルミの型を使っていただいても OK です。紙の型の場合はね、取り外しがとても楽ちんなのでおすすめです。こちらはね、ぜひ100円ショップをチェックしてみていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバナナシフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。